こんにちは。こちらの動画は ANA プレミアムクラスに福岡まで乗ってまいりましたので、その様子をご紹介します。ANA のプレミアムクラスは国内線のファーストクラスみたいなイメージでして、普通席よりも座席が大きかったり、ラウンジが利用できたり、機内食が食べれるっていうような座席になってます。で、この、プレミアムクラスへのアップグレードっていうのが、24時間前からできるんですね。ただこの動画を撮った時は2日前からできたので、2日前にウェブで空きがあれば、持ってる航空券が普通席、いわゆるエコノミー席でも、差額を払えばプレミアムクラスに乗れるというものになります。で、その時に払ったのは東京福岡間で14,000円でした。今は15,000円に上がってるみたいです。ということでチェックインを行いますが、チェックインも普通席とか自動機ではなくて、ちゃんと有人のカウンターがいくつも用意されています。また保安検査場も専用のものが用意されています。羽田空港ね、普通の保安検査場でも十分早いので、こっちわざわざ使う必要ないんですけれども、ラウンジに直結しているのでこのまま使わせてもらいました。今夕方はですね、ANA ラウンジでも軽食が出るとのことですが、行った時間が夕方ではなく昼間だったので、後ほどご紹介する飲み物と本当におつまみみたいなものが用意されておりました。ラウンジはエスカレーターを上がって、次の階に行きます。実は ANA プレミアムクラスを乗ってラウンジ来るのは初めてなのでちょっと緊張しておりますが、すごくさっぱりとした綺麗な受付ですね。ここから中に入っていきます。で、ラウンジの中もかなり広いです。座席もゆったりしているのでとても過ごしやすいっていうのがもう第一印象でした。で、飲み物はこういったお水もありますし、おつまみはフィナンシェとかもありました。で、焼酎とか、ウイスキーとか、ミルク、トマトジュースってあるんですけど、これは JAL も一緒ですね。ビールサーバーがありますので、隣の冷蔵庫のグラスから、ビールを注いでいきます。使い方なんかも JAL のラウンジなんかとほぼ同じですね。で、面白いのはですね、このビール一番搾りを入れてますが、反対側には札幌があったりとか、あと PSB ですね、があったりとか、あとハイボールもあります。ハイボールあるのがちょっと珍しいなと思って、撮ってみました。あとはコーヒーとか、アイスコーヒー、アイスラテもこのマシンで作れるようになっています。ソフトドリンク、コーラとかのジュースもここから飲めます。ANA ラウンジといえばこれたくさん乗った人タグですね。国内線ラウンジにもありました。これだけ乗ってねってことですからね。また機内紙なんかも雑誌として置いてありました。ビールを飲んで一息です。ほんと過ごしやすかったですね。反対側もこのような仕事ができるようなカウンターもあるので、もうほんと仕事の合間、レジャーの合間にぴったりのラウンジだと思います。想像より良かったです。そして福岡便のゲートまで移動します。この日は直前になり、60番ゲートから53番ゲートへ変更となりました。到着しましたらもうすでに多くの人が搭乗を開始しておりまして、プレミアムクラスは優先搭乗ができるので、こちらの空いている列の方から入らせていただきました。この間まであっちでもこっちでもこのレシートみたいなのを渡された記憶があるんですが、今は搭乗口のところで渡されて終わりですね。座席番号が書かれておりますので、それに従って機内に乗り込んでいきます。機材は777-200。シートはですね、すごいピカピカで座りやすかったです。見てください。モニターもすごい大きくて見やすくて、でもうデフォルトでブランケットがいただけますし、スリッパもあります。ちょっと JAL よりは簡素な感じがしますが十分ですね。で、ヘッドホンもあります。左手にはユニバーサルコンセント USB ポートがあり、で、このタブレットみたいなもので操作できます。座席も変えられます。パーテーションももうすでに閉じられており、隣の方との距離も十分でした。読書灯もあります。見てください。もうここの間隔の広さですね。全然足が届かないぐらい広いのでゆったりと過ごせます。プレミアムクラスは232の配置でしたが、この日は満席でした。同じようにアップグレードしていく方も多かったんでしょうね。私は本当にアップグレードした時にはまだ空席があったんですが、実際にはもう満席でした。ただこのリモコンですね、あんまり使い勝手が良くないので、指伸ばしてタッチした方が早かったです。機内に入る撮影をしておりましたら、もうあっという間に福岡に向けて機材は出発となりました。ANA は機内安全ビデオと別にですね、こうやってシートベルトをしっかり締めてねみたいな二段構え
ビデオが流れるようになっており、安全にかなり気をつけているんだろうなというのを感じますね。アップグレードができた時点で窓際の続きは全部埋まっておりましたので、残念ながらこの通路が行き場の席になっております。その後も空席が出ないかチラチラ見ておりましたが、なかなか開くこともなかったので、このまま通路側に座らせていただきました。で、リクライニングもかなりこんな感じで深く倒れます。ほぼもう寝てるような感覚で過ごせますね。で、機内食が来ました。スパークリングワインを飲み物としてお願いしました。機内食はこんな感じで、黒豚の煮物と、あとはタケノコご飯ですね。その他、たくさん種類があってですね、驚きました。そして何より本当に美味しいです。ちょっと正直驚きました。ANA の機内食ってめちゃくちゃ美味しいんですね。その後飲み物もいただき、その時にもフィナンシェをまたいただいたりしました。ハイボールもね、缶ごといただけます。羽田福岡間は実際の航行時間は1時間半ぐらいなので、もう食べ物と飲み物をいただいて終わりっていう感じですぐもう着いてしまう距離感ですね。もうちょっと乗ってたいなと思うぐらいの満足感でした。さてそれではですね、博多まで地下鉄で行きます。こっちの口に出てくると地下鉄まですぐなので便利です。少し動画の趣旨とずれますが、私の福岡の常宿エスペリアホテルをご紹介します。博多駅から歩いて5分ぐらいですねのエスペリアホテルなんですが、だいたいいつもですね1泊1万円ぐらいで泊まれるんですけども、本当に文句がないホテルです。はい、じゃあちょっとエスペリアホテル少しご紹介します。もう本当ビジネスホテルって感じなんですけど、博多駅から歩いて3分内ぐらいで、もうこの普通のベッドと洗面とシャワーとトイレ別っていうので1万円ぐらいなんですけど、いつ泊まってもなんで、もう本当おすすめです。もう文句がないホテルって感じですね。とベッドサイドには充電もいっぱいあるという感じです。で、アメニティはフロントのところに洗顔料とかがあるんですけど、最低限のものは歯ブラシとかもあるし、コップもあるし、ハンドソープもあります。で、冷蔵庫はここにあるんですけど、空っぽのものがあるので、これも使いやすいです。で、お水もちゃんとフリーであります。コーヒー紅茶も僕朝よく飲んじゃうんですけど、ドトールのドリップ式のコーヒーがあったりとか、ティーバッグもある。で、あとアイロンがあるんですよね。なんでスーツとか着てきた時に安心です。って感じですね。なんかスリッパ変わりましたね。昔なんか袋に入った使い捨てというか、これも使い捨てだと思うんですけど、なんかちょっといい感じの色味のやつになってます。で、ちゃんとブラシもあるし、でハンガーもあるし、でお風呂はちゃんとバスタブがあります。バスタブがない部屋もあるみたいですね。なのでちょっとお部屋選ぶときに気をつけてもらえれば大丈夫だと思います。はい、福岡空港国内線北エリアに来ました。国内線も本当混んでますね。今日は平日の夕方ぐらいですけれども、人行き交う姿が多いですね。で、帰りもプレミアムクラスなので、あそこの、プレミアムチェックインの入り口から手続きをしたいと思います。福岡空港の ANA ラウンジも保安検査場を出てすぐですね、エスカレーターに上がっていきます。このラウンジもできて新しいんですかね。すごいピカピカで綺麗なラウンジでした。もうラウンジ入ってすぐに ANA の機材が見えるあたり工夫されてますね。ビールなどは、羽田空港とほぼ一緒の品揃えです。各ハイボールももちろんありました。紅茶もティーパックですが種類がたくさんありました。この日時間は夕方4時ぐらいだったんですけれども、西日が差し込んでかなり眩しかったんですが、このラウンジ内は広々として綺麗でした。あいにくですね、この乗る予定の便が45分ぐらい遅延をしておりまして、ちょっとこう離れたところで座っております。機材トラブルという風にアナウンスされていました。やっと搭乗開始になりましたので、プレミアムクラスの方から入っていきます。機材は B787 でですね、
行きと全然違う古めかしい座席のモニターのシートでとても残念でした。おそらく機材トラブルと言っていたので、元々の運行ではない機材が来たのかとは思います。ただ足はですね、こんな感じで広々と伸ばせますので大丈夫なのと、最低限の設備は全部揃っていますし、お水もペットボトルで置いておいていました。本来ここはメガネ置きっぽいんですけど、スマートフォンがぴったり入ったので、スマートフォンとビズを入れております。帰りの機内食は梅しそご飯と豚の油淋鶏が主菜になっております。こっちもですね、おかずがいっぱいでやっぱり美味しかったです。機内食ほんと美味しいですね。感動しました。このフライトはかなり揺れがひどくてですね、サービス提供もあっという間に終わってしまいましたが、最後に飲み物おかわりどうですかと言っていただいたので、またフィナンシェと、アイスコーヒーをいただきました。このフィナンシェ好きなんですかね。ラウンジでも機内でもどんどん進めてくれてもいただけちゃいますね。そんなことで、羽田への到着もあっという間でした。行きの機材が良かったがゆえですね、帰りの機材がこんな感じになっちゃったのはとても残念でした。でも本当総じて ANA プレミアムクラス良かったです。アップグレード料金追加する価値十分あると思います。福岡だと短いので沖縄便とか長い便だといいなと思いましたが、そうするとまたこの人気が高くて座席が取れなかったりもするので悩ましいところですね。はい。では ANA プレミアムクラスの様子のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。